皆さんこんばんは、あつ森です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。それでは今回もランチシミュレーターをプレイしていきます。まずはパドックのジャンプですね。こちらはジャンプしなくてもいいようにスロープをつけていきます。これは柵のギリギリのところに土台を設置しようとしているところですね。土台の位置なんですけど、ジャンプ台手前の白いところの足ですね。それと土台の足がちょうど重なるぐらいの位置でつけておきます。結構位置調整がシビアなので時間がかかっています。ここの追い込みは見栄えを良くするためにやっているので、多少隙間が空いてても問題ありません。土台を設置したら奥に同じ土台を設置します。最初に設置した土台を撤去してスロープをつけていきます。土台と平行になるようにスロープを取り付けます。そうしたら土台を撤去して反対側も同じように取り付けていきます。2つのスロープを実体化させればほぼほぼ完成です。このままでも使う分には問題ないのですが、継ぎ目のところが隙間が空いているので、板材でなるべく隙間を埋めていきます。この時に必要な板材の数は隙間の大きさによって変わっていきます。この大きさの隙間が一番少ない隙間になると思います。板材を設置し終えたので、とりあえず人間が移動しても違和感なく動けるようにはなっていますね。なので次は馬で試してみたいと思います。まずは登って降りてを試してみます。問題ないことを確認して、次は継ぎ目を登って降りての繰り返しを試してみます。ちょっと隙間で足を取られているんですけども、問題なく経験値が入っていることが確認できていると思います。ちょうどステータスアップの境目にあるので、ステータスアップの瞬間を見てみたいと思います。ステータスが上がりましたね。このやり方でやれば結構短時間に経験値がマックスになると思います。ちなみにぐるぐる回っても経験値は溜まっていくので、何かボタンを押しっぱなしにできる環境があれば放置してても経験値はいつの間にかマックスになっています。
次に厩舎の中の丸太と板材の空中設置の様子を見せていきたいと思います。最初にミルク缶置き場に使っている板材から設置していきます。まず三角の方の土台を使って壁際に合わせて4段階上げます。1、2、3、4。4段階上げてますね。本当に合ってるかどうか不安になって、ちょっと横にある板材と高さを合わせています。合っていますね。そうしたら実体化させて上に登って板材を分解して4箇所取り付けていきます。どの辺りに設置するかは結構お好みによります。もう少し壁から離した方が出し入れが楽かもしれません。ちなみに三角にしているのはスペースが限られているので、なるべく占有面積の少ない三角の土台を使っています。板材をみっちりつけるのは結構趣味なところもあるんですけども、隙間が空いているとうまく置けないこともあるので、なるべく近づけた方が使い勝手は良くなります。棚をつけたので下の台はいらないので撤去しています。で、このチーズを作る時の花瓶を持っているんですけども、これを上に取り付けることによって間違って板材を取ってしまうことを防止しています。板材や丸太は上にアイテムがあると取れないようになっているためです。次に牛を閉じ込めるための丸太を空中設置する準備ですね。この時の土台の高さは2段階上昇させています。だいたい手前の土台の足とこの厩舎の足が隣接するぐらいに置くと、もう1個土台を置くときにちょうどいい位置に来てくれます。この時はちょっと位置が良くなかったので1回撤去してもう一度取り付けています。ちなみに注意点なんですけども、ここで2台目の土台は実体化させてはいけません。実体化させると牛を入れられなくなるためです。1個目の土台を実体化させたら、その上に丸太を置いていくんですけども、確か3つは置けなかったと思うので、丸太の隙間を分散させて置いています。丸太を設置し終えたら土台を撤去して、間違って丸太を取ってしまわないように同じようにカビを取り付けておきます。
丸太に載せるアイテムをカビにしているのは特に理由はなく、なるべく小さいアイテムで丸太に載せれるアイテムがカビがちょうど良かったから使っています。縦方向の丸太を設置する前に中に入れる牛すべて連れてきておきます。ちなみに連れて行くときはバケツを持っておくと動きを制限できるのでおすすめです。というよりバケツがないとまずうまくいきません。今は試しに1頭しか釣れてませんが、基本的に3頭入れれば十分だと思います。牛をすべて入れ終えたら土台を実体化させていきます。牛を入れてから土台を設置しようと思っても牛と干渉してつけることができません。なので必ずこの順序で設置する必要があります。丸太を設置し終えたら搾乳機を丸太の上に設置しておきます。そして土台を撤去して奥の丸太にカビを置きます。手前の丸太は搾乳機があるのでカビが置かなくても大丈夫です。牛につけていたバケツを取り出して完成ですね。一応しゃがんで動けることを確認しています。いい感じですね。全体はこんな感じになっています。ちょっと分かりづらいですけども、今ここでクリックを連打しています。実際に搾乳機を使うとこんな感じになります。ミルク缶を取り付けて持ってつけて入っていますね。でまた戻してですね。3頭いる場合は戻す前に他の牛に取り付ける形ですね。今回の動画はここまでになります。本当は肉の加工機の設置も紹介しようと思ったんですけども、思った以上に動画時間が長くなってしまったので違う機会に紹介しようと思います。紹介動画が続いているので次は違うテイストの動画にしようか考えているところです。
それでは次の動画でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。